皆さんこんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、カルマが解消されて辛い人生が終わる時に来るサイン5選ということでお届けしたいと思います。このチャンネルではですね、スピリチュアルをより理解して、自分の直感力を高めていって人生にミラクルを引き寄せる、そんなコツがわかりますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい。そして僕はですね、概要欄に書いておりますが、セカンドチャンネルで魂の歌声、魂を感動させる歌声という、セカンドチャンネル、歌のチャンネルを作りましたので、よかったらそちらの方も見て、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、今日のですね、お話しするカルマっていうのはどういうものかっていうのを簡単にご説明すると、仏教の中でですね、この業という言われ方をされていまして、意味としては行いということなんですね。で、これを簡単に説明していくと、よくお話しされるんですけども、この良い行いでも悪い行いでも、自分のしたことがですね、自分に返ってくるっていうことですね。だから誰かに優しくしたらもちろん、優しくされるというですね、いい行いもありますし、誰かを騙したり、誰かを傷つけたりしてしまうと、自分もその人からではないかもしれないけども、他のところからですね、同じように自分が傷ついたりすることが起こってしまうというものなんですね。で、このカルマっていうものはですね、今のこの人生だけで起こっていることもあるんです。で、例えば2年前に私がやったことがですね、今帰ってくるっていうこともあるわけなんですね。それとは別にですね、前世からそのテーマとしてですね、引き継いでくるものもあるわけなんですね。例えばどういうものかっていうと、前世で誰か人を騙してお金を取ったという経験があったとします。で、その人生ではそれで終わっちゃったんだけども、この時代というか、世代というかね、この生きる魂の今世、前世という形でですね、そのまま今世で人に騙されてお金を取られてしまうというようなことが起こったりですね。または同じような感じでお金に困って自分が人を騙してお金を取ろうとする、そういう流れになってきたりするっていうことがあった。じゃああなたどうしますかっていうようなことを試されるようなことがあったりするわけなんですね。で、この前世からやってくるカルマの方が、この今世でなんとなくいいことしました。ちょっと悪いことしちゃったっていうことが返ってくるっていうものよりも、やっぱりこの魂の人生のですね、テーマとして起こってくるので、結構大きく返ってきたり、大きく意味があったりするっていうことになるわけなんですね。はい。だから、このカルマがですね、どんなものがあるかっていうのはなかなかわからないです。これは霊感のある人とかに見てもらったりしてですね、する、こういうものがありますね。だからここに気をつけた方がいいですねっていうこともありますが、ほとんどの人がわからないわけなんですね。でも、このカルマっていうものがですね、知らない間に、この人生で解消されることもあるんです。自分が知ってですね、これに気づいたからよかったとか、ね、そういうことが起こったりするわけなんです。で、例えば先ほども言った、前世で人を騙してお金を取ったっていうことがあります。それで、またお金に困ってですね、今世で、あなたは騙します。そういう流れになって、もう騙してお金取ろうよっていう、そこであなたがどうするかということで、いや、でもそんなことしちゃいけない。僕は頑張って働きますみたいな感じになると、知らない間に解消されるということがあるんですね。こういうふうにですね、自分の人生、自分が困った時とか、何かトラブルになりそうな時にですね、どう自分が行動するか、そしてどう誠実にその物事に対処できるかということで結構この前世から残ってきたですね、カルマが解消されるということがあるわけなんですね。でこのカルマが解消された時に来るサインっていうのがあるわけなんです。ということで今日はですね、カルマが解消されて辛い人生が終わる時に来るサインということで5つご紹介していきたいなと思います。まず1つ目。一つ目はですね、自分の中の価値観が変わるってことです。これは例えばちょっと大きな
価値観ですね。例えば幸せって何だろうとか、愛っていうのはどういうものだろうっていうものになったりします。で、このカルマが結構強く残っていたりね、するとですね、ネガティブに物事を見たりすることが多くなるわけなんです。だから幸せなんて私には程遠いものよねとか、愛なんて私には無理よねとかって思っちゃってる人、こういう人って結構ね、前世からのカルマを背負ってたりすることがあるわけなんですね。でも、このカルマが解消されるようなことが起こったりするとですね、この経験によって自分の価値観が大きく変わるわけです。そうすると、あんなに私幸せなんて得られないと思ったのにとか、ねえ、私、もう愛なんて無理だと思ってたのに、こんなに素敵な人に出会って、人生ってなんていいものなのって思う人があるじゃないですか。こういうふうにですね、人生が全く違って見える。そして自分の価値観が大きく変わっていくっていうことが起こる。こういう時っていうのはカルマが解消された時だったりするわけなんですね。そして二つ目。二つ目は、人間関係が自然と変わっていくということです。このカルマがですね、解消されていくと、もちろん今までなんか苦しいな、なんでこうまくいかないんだろうと思うようなことが変わっていったりして、これ必要ないね。だってあなた解消したからねっていうことになるわけです。そうすると、どんどんこの、問題とかがですね、減っていったりする。そうすると、この僕たちの人間関係、自然にこうやってくる人間関係っていうのも、このカルマにすごく大きく影響されてたりするわけなんですね。だからこの悪いカルマがなくなってしまうとですね、自然と人間関係も良くなったり、なんか知らないけど今、すごく人間に恵まれてるっていうようなことに急に変わっていったりするんですね。こういう時がカルマが解消された時ということになります。そして三つ目。三つ目はですね、仕事や金運が良くなるっていうことですね。仕事とか金運っていうのは人生にとってやっぱりすごく大きな影響を与えるわけですね。その仕事とか金運がやっぱうまくいっていると、なんとなくそれだけではないですよ。もちろん幸せっていうのはそういうものに関わらないところで生まれるものなんですが、でも僕たち人間っていうのはその仕事運とか金運とかで、私今幸せついてるとかって思いがちじゃないですか。そういうふうにですね、やっぱりこの人生に大きな影響を与えるものなんですね。で、この仕事運とか、金運っていうものがカルマで、もし悪いカルマが残っていたりするとですね、結構苦しんだりするわけです。で、仕事をやってもなんか人間関係がうまくいかないとかですね、お金も頑張ってもなんでか知らないけど、また騙されてしまうとかっていうようなことになってしまうわけです。で、このカルマがですね、解消されていくと、今までのトラブルは何だったの？なんか私あんなに気運が悪かったのに、すごく安定してきたっていうようなことが起こったりするわけなんですね。はい。こういう時は知らないうちにカルマが解消されていたということになるわけです。そして四つ目。四つ目は、恐れがなくなるということです。これはどういうものかというとですね、魂ってですね、意外と知らないところで、私こういうなんか怖いことがあったとか、こんな怖い思いをしたっていうことがなかったとしても、なんか知らないうちに怖くなってることってありませんか？で、急に怖くなったりするということもあるわけなんですね。で、これは結構魂がそのいろんな過去世のこととか覚えていたりですね、思い出したりすることがあるわけなんです。で、例えばさっきの言ってたですね、なんかお金って怖いよねと、お金が絡んでくると人って怖いよねってすごく思ったりですね、お金の使い方すごく気をつけないとって思ったりする、魂がそういうふうに思わせているっていうことがあるわけなんですね。でも、この解消されると、よく考えたら、怖さがなくなってるっていうようなことになるわけなんですね。はい。これもね、気をつけてると結構、なんかお金の怖さがなくなってるじゃんっていうようになるわけなんですが、こういうことにも気づいた時っていうのは、カルマが解消された時という意味にもなるっていうことですね。はい。そして五つ目。五つ目は、良い引き寄せが起こり始めるということです。これはですね、この悪いカルマが前世から残っていたりすると、やはりそこがネガティブなエネルギーとして引っ張るもの、ネガティブなものを引き寄せる。そこからあなたはどうしますかっていうようなことを学んでいかないといけないわけなんですが、やっぱりそういう風になってると、どんどん自分もなんでやねんとかっていうような気持ちが大きくなってですね、自分から出るエネルギーもネガティブになったりするわけなんですね。でも、このカルマが何かしら、そういう誠実な行動をやったりすることでですね、
パーンとなくなってしまうことがあるわけなんだよね。そういう時っていうのは、パーンと自分のエネルギーも大きく変わっていくわけなんです。今までネガティブだったのに、急にポジティブになっていったりする。そうすると何が起こるかっていうと、こうなってほしいなとか、こうなるといいなっていうようなことがどんどん叶っていったり、これなんか欲しいと思ってたものすごく簡単に入るじゃんっていうようなですね、良い引き寄せが起こり始めたりするっていうことなんですね。はい。ですからこの良い引き寄せが起こってくる、最近すごくいい感じって変わっていくときっていうのは、その悪いカルマというものがですね、前世からの悪いカルマがなくなった。そういうような意味もあったりするわけなんです。こういうふうにですね、カルマっていうのはいろんな形がある。いいものも悪いものもあるんですが、怖がる必要は全くないんですね。ただ、僕らの課題として、今度どうする？あんた、これをどういうふうに対処しますかっていうようなことを自分の課題として来るので、やはりその解消できたらですね、いい方にいいエネルギーを生んでいくということでつながるということです。じゃあどうしたらいいのっていうことなんですけども、なかなかこの前世からのカルマがあるからこうしないとって言って思える人、僕みたいなですね、自分のこの前世とかがなんとなく分かったりする人っていうのはそういうことが分かりますが、全然分かんない人っていうのはどうしたらいいかっていうと、やはりこの物事が起こっていることに誠実に行動する。そして自分の魂に素直に行動する。これがいいと思うものをちゃんとする。これはやっちゃいけないなと思うものはやらない。そういうようなことをやっていくことでですね、この前世からのカルマがうまく解消されるので、ぜひやってみていただきたいと思います。このチャンネルではこのようにスピリチュアルとかゲイとか海外のことなんかもお話ししています。噛んじゃった。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの家のメンバーになってください。はい。そして、じゃーんこちら。僕の一冊目の本、守護霊リーディング。僕は守護霊様からのメッセージをまず伝えて、それからいろんなものを見ていくというカウンセリングをしております。はい。そういうものに、どんな風にやってるのか、または今日お話ししたようなカルマっていうものはですね、どんなものなのかっていう興味ある方はですね、ぜひ読んでいただきたい。そして僕のカウンセリングなんかにも興味ある方はぜひ概要欄をご覧ください。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかな？それではまたお会いしましょう。さよなら。